続きまして、九州工業大学大学院生命体工学研究科森江隆先生の退職記念講演のセッションに移ります。まずはじめに、私、九州工業大学タム校より森江先生のご略歴を紹介いたします。森江先生は1979年に大阪大学理学部物理学科を卒業され、1981年、同大学院理学研究科物理学専攻の博士前期課程を修了されています。その後、1981年から97年まで NTT 研究所に在籍されております。この間に1996年に北海道大学より博士工学の学位を授与されております。1997年から2001年、広島大学工学部大学院先端物質化学研究科の助教授を経て、2002年より本学九州工業大学の大学院生命体工学研究科の教授にご就任されております。2010年より東京大学生産技術研究所のリサーチフェローも兼任されております。2002年に本学九州工業大学へ着任後、20年もの長きにわたり、教育、研究へと多大なるご貢献をなされてきました。森江先生の研究の成果というのは皆さんよくご存知のところだと思いますし、これからの最終講演でも、内容を触れられると思いますが、それだけではなくですね、教育面でもカーエレクトロニクス、カーロボ AI 連携大学院といった時代を先取りした教育プログラムを積極的に大学院教育へと導入されまして、多大なですね、人材育成へと貢献されてきております。じゃあ、私からのご略歴の紹介は以上となります。ここで長年のご研究の仲間である東京大学特別教授および名誉教授であらせられる相原和之先生をスペシャルゲストとしてお招きしまして、座長をお願いしたく存じます。相原先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、タムコ先生、どうもありがとうございます。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。まずは森江先生が、最終講義の日を迎えられたことをお喜び申し上げます。僕はもう20年近く森江先生と共同研究をさせていただいていて、いろいろ研究の姿を見せていただいてるんですけども、もう実に創造的なハードウェアを開発してこられたと思います。で、特に時間軸方向とか、ダイナミクスを非常にうまく使いこなすということは多分森江先生しかできないとこかなと思います。で、そういう意味で今日のお話も非常に楽しみにしています。それから、個人的に思い出深いのは、2011年の3.11 の東日本大震災で、実は東京はすごい電力不足に陥ったんですね。で、あの年に研究室ごと旧工大の生命体工学研究科に、夏の間、滞在させていただいて、より親密にいろんな議論ができたことを非常に懐かしく思い出します。で、今日はまとまったお話が聞けるということで非常に楽しみにしています。物理現象によって実現される知能を目指してということで、それでは森江先生、最終講義どうぞよろしくお願いします。はい、どうもご紹介ありがとうございます。相原先生、わざわざこのためにご参加いただきまして誠にありがとうございます。それから、Professor Madrenas, hello, thank you for joining us. So, I'm sorry, I will give a talk in Japanese because my talk is for the young researchers to promote into this field. So, but probably you can understand
my talk in Japanese. Okay? ありがとうございます。では、本当は最終講義とかなるべくやらないようにしたいなと思っていて、ちょうど田中先生がシンポジウムをやるというので、その隅に少し入れてくださいというふうにお願いして、こういう形になったんですけども、なんか随分立派なホテルで実際にやることになってしまいまして、結構戸惑っております。こういうタイトルで最後にお話ししようと思います。物理現象によって実現される知能ってどういうことかっていうことですけれども、対比されるのがアルゴリズムによって実現される知能ということで、じゃあ物理現象って何っていう話になると思うんですけれども、今日午前中に先ほど松本先生とか赤井先生がお話になったマテリアルベースのレザバーっていうのはまさにこれかなという気がします。ただこういうレザバーの研究が盛んになるずいぶん以前から私はこの物理現象によって実現される知能何かできないかということでアナログ集積回路でこういうその研究をやってきました。で最近ではこのレザバーはですね、単に脳のモデルとしてのレザバーだけじゃなくて、ロボットの身体性、体の方にもレザバーがあるとみなして、脳と体の相互作用でレザバーの相互作用という形で理解しようっていう、そういうことをこの私が今参画しているネドプロで浅田先生をリーダーとするその研究が進んでいます。そういう意味で何かその最近になってこういうそのアルゴリズムによって実現される知能に対するその物理現象によって実現される知能っていうのがなんか考えられるんじゃないかなというふうにかなり思ってきているところです。で、この最終講義では結構その研究個人的に研究をどうやって進めてきたかっていうお話をするのが常になっているので、私子どもの頃から結構その、星を見るのが好きだったりというか自然に対するその興味があって、特にこう秩序だった自然現象というのに興味がありました。で、高校から大学に進む時も理学部に行くか工学部に行くか結構悩んだ挙句、物理を勉強してみようということで理学部に進みました。で研究室は、レーザー分光っていうのを選んだんですけれども、レーザーも非常に秩序だった光の状態というふうに考えると、美しい自然現象だという気がします。で、私、阪大で、その研究室選んだときに、櫛田先生という先生が、ちょうど東大から移ってこられて、研究室を一から立ち上げるところだったんですけれども、そこでもう埃をかぶった物置のような研究室をですね、掃除して、研究室を始めるところからやったんですけど、40年近く経って、久しぶりに阪大の豊中キャンパスに行って、松本先生たちとお会いしてですね、その後、田中先生の研究室を訪ねると、そこが私が昔いた研究室だったということで、なんか田中先生とのご縁もこう変に感じるところであります。ドクターに行くという選択肢も当時はあったんですけども、非常にその理学部でドクターに行くと当時は就職先が非常に厳しいということもあって、研究ができる NTT に一応就職しました。当時電電公社と言われてた時代ですけれども、でそこで私としては光の基礎研究やりたかったんですけれども、配属された研究室がその CMOS の製造技術をやるところということで、結局毎日埃の出ない無塵服を着てですね、クリーンルームでウェハーを持って回るというような研究を結構やりました。当時日本がジャパンアズナンバーワンと言われてたバブルの時代です。で DRAM がちょうど半導体のテクノロジードライバーと言われてた時代で、NTT もファミリー企業の半導体会社の人たちと一緒に DRAM の開発をやっていたと。で結局ここで9年間半導体プロセスをやることになったんですけれども、
当時はあまりやりたいことと違っていたので、不満もあったんですけれども、今振り返ってみると、この9年間で半導体技術を体で覚えたということは、その後の私の研究生活に随分役立っているなというふうに思います。その後、ちょうどこの頃に第2次ニューロブームというのが来て、アナログのニューロチップを開発する研究室ができて、そこに移りました。そこで5年間いた後、広島大に移ってですね、で今につながるようなパルスを方式の回路とかですね、ナノ構造とかそういうものをやってきました。でさらにその後、旧工大の生命体工学研究科というところで脳情報専攻というのがあって、脳の仕組みを理解して真似て工学に生かそうという、私がやりたかったことをやっているというところで、そちらに移りまして、いろいろなことをやらせていただきました。で、今日は、私が結構気に入っているテーマといいますか、今やっている研究のベースになっているテーマでもありますけれども、パルスを使ったニューラルネットワークのチップ、それから結合振動子系での情報処理、これが結構その物理現象を利用した知能につながらないかなと思ってやってきた話です。あとは、ナノ構造を使った情報処理というものです。これまでずっとやってきて最も重要な課題というか、研究を制約したのはこのアナログメモリ素子です。結局ニューラルネットワークを物理系で実現するにはアナログを記憶するデバイスがないとダメということで、それをかなりやったんですけれども、一時期それが実用的に難しいということで一回やめて、また近年になってそれを復活してやり始めているというところです。で現在結局たどり着いたテーマというのは、この先ほど相原先生にもご紹介いただきましたけど、時間領域でアナログ演算をする方式、これは結局ここにたどり着いた結果ですね、これが結局電子回路、集積回路で実現できる最も高効率な演算回路なんだろうというふうに思っています。でスパイクタイミングをうまく使うとか、パルス幅、PWM 信号を使うとかですね、最近は NEC の方とタイムトゥファーストスパイクっていう、いつスパイクが来るか、早く来たスパイクを重視して処理をしようっていう、そういう方式とかの研究もしています。相原先生のエラトとかファーストに参加させていただいて、最も今につながっているのはこのカオス・ボルツマンマシーンでありまして、これは阪大に行かれた鈴木先生と東北大の堀尾先生、相原先生が連名で発表されたモデルです。これは非常に集積回路にするのに適しているということでご紹介いただいて、それ現在に至るまで研究していて、それをうまくレザー版に使えるということが分かってですね、で現在のネドプロジェクトにつながっているという、そういうところです。少し急がないといけないので、これ、こういうデビッド・マーの3階層のモデルというのが、私も参加している、末席にいますけれども、日本神経回路学会で脳の情報処理を探求しようという、そういう立場の研究者の人たちがよく出す表ですね。3つ、脳を理解するために3つレベルがあるんだと。一番知りたいのは脳の計算理論です。でそれを表現する表現法とかアルゴリズムというのがあります。でそれをハードウェア的に実現している手法があると。で脳の、計算理論を理解するには、このハードウェア実現というのは、脳そのもののことを言いますから、解剖学的知見とか生理学知見を、知ると、それをベースにして、それを拘束条件にして脳を理解しようという、これが、流れです。だからここでいうハードウェア実現は脳そのものであって、そういう知識を拘束条件にして計算理論を見つけ出そうという、そういう流れになります。一方で、もし仮にこの計算理論が何か得られたとして、それを人工的に、工学的に実現しようと思ったら、
それをベースにあとはハードウェアでなんか作ればいいでしょうという話になるわけで、普通は普通の AI 研究では、上の2つが決まればハードウェアは回路屋さんにやってくださいっていう話になるだけと思うわけですけれども、人工的な知能を実現するときに、今結局使える計算機っていうのはデジタル計算機しかないわけですけれども、その制約を離れてアナログで実行するとどうなるんだろうと、そこをやりたいというのが私の昔からのモチベーションでした。でこれはよくいろんなところで紹介している過去の、ニューラルネットワーク AI ブームの、一覧ですけれども、私が研究を始めたのが大体1980年代中頃で、ほぼこういう今もベースになっているモデルのですね、始まった頃あたりです。ただ、先ほども申し上げたように、私は90年代までは半導体の製造技術の研究室にいましたので、こういう最先端のニューラルネットワークの研究をしている方々との交流が全然なくてですね、で最初に、脳の研究をしたいと思って、研究室で、若手何人かと集まって臨床を始めたと。でその時に使ったのが、甘利先生の神経回路網の数理というバイブル的な本です。その何十年か経った後、その甘利先生とご一緒にテニスをさせていただくことになれるとはその当時夢にも思いませんでしたけれども、その後ですね、先ほど申し上げたように大学に移って研究を続けてきました。これは、私の研究室で開発したいろんなチップの一覧です。この一番左側にあるこのモノクロの写真が、NTT の時にいた時にフルアナログで作った、チップです。マスクをしていると苦しいので外させていただきます。この頃1990年代ですけれども、バックプロパゲーションをオンチップで実行するチップというのをフルアナログで開発しました。でまたアナログメモリもこの時フローティングゲートのデバイスを使ってですね、特殊な構造を使って、実際にチップまで作りました。ただ、これフルアナログっていうのは結局その外で、デジタルで制御しなきゃいけないので、デジタルとつなぐときにAD 変換器がいると。AD-DA 変換器がいるんですけど、そこにすごく電力とか、高価なものになってしまう、システムが高くなってしまう、そういう問題がありました。で一方で、これは有名なムーアの法則ですけれども、私が研究を始めて1980年代から、指数関数的にですね、コンピューターは性能向上が進んできて、この頃から比べると、10万倍ぐらいトランジスタ数が増えているし、性能も同じ程度で増えているということで、この頃は専用チップとしてニューラルネットワークのチップを作る意味があったと思ったんですけれども、どんどんその後デジタルは進化していくので、専用チップを作るよりはその進歩していくデジタルコンピューター上でシミュレーションした方が絶対いいという話になりました。でもう一つ問題がアナログメモリーというのを実用的に作れる技術というのがなかなかなくて、ここは研究的にデバイスとして作ったんですけれども、その後が続かないので、しばらくはアナログメモリーを必要としないようなチップをずっと作ってきました。このあたりは、視覚処理を、実行するチップです。で、これはアナログメモリーがなくても、できるということで、そちらに一旦、軸足を移したという経緯があります。で、これはですね、この今のデジタル集積システムっていうのはこういう階層構造で分業がもう完璧にできていて、で、研究者っていうのはこの中のどこかに位置づけられて、それ以外のレイヤーを理解するのが非常に難しい状況になっているというのを以前から
私は指摘してるんですけれども、そういう図です。で、実際にニューロモルフィックのハードウェアとシステムを実現するには、このデバイスから回路、アルゴリズム、システムまで全部を分かっている必要がある。で、こういうところの中心にいる人材が必要なんですよということで、このきれいな図は、今、ネドプロで一緒に開発している浅田先生が作ってくださったものです。で、私は結局、NTT の時代にこのデバイスプロセスのことを学んで、回路に進んで、モデルアルゴリズムの方まで、手を伸ばして、で、ロボットとかにも少し、開発をやりました。一通りこのレイヤーを経験してきたという感じです。それでまず最初、パルスを使った方式というのを大学に移ってやりました。これは、私、広島大学に移ったときに岩田先生と今、神戸大にいらっしゃって、もう集積回路業界で重鎮になられている永田先生が、助手としていらっしゃったところに私入ったんですけれども、そこでパルスを使った回路っていうのはやってたというわけです。で、パルスはですね、電圧電流方向には0か1かです。で、時間軸方向に、例えば PWM っていうのはパルス幅に情報を持った信号ですし、パルスポジションとかパルスフェイズ、パルスタイミングっていうのは、ある基準とするところからどれだけ時間が遅れているかというのに情報を持たせる、そういうやつです。で、これは日なのでデジタル回路ですね、クロックで同期して0か1かの列で表現する、こういうと非常に相性がいいですし、本当に連続時間連続状態のアナログ回路と類似の連続時間の計算もできる状態、連続時間連続状態も表現できるということで、アナログとデジタルの両方をうまく利点を取り込んだような回路であると。で、パルス PWM 信号自身は電源回路とかで従来から回路としては使われていたんですけれども、それを情報処理に使おうということで、この岩田研究室で やられていたものがこういう感じです。結局、電流源を一定時間だけスイッチオンして、この時間だけ電流が流れると。そうすると電荷としてはこの積 I と T の積になりますから、それを1本の線で全部足し算すると、IT の足し算ということで積和演算ができると。だから重みと、入力に対して重みをかけて全部足すという、そのニューラルネットワークの基本の処理がこれだけの回路でできるというわけです。で、このキャパシタに溜めた電荷をですね、電圧として取り出して、またパルス幅に戻すとかっていうことで、非常にコンパクトな回路ができると。で、さらに、この非線形な波形っていうのを与えて、なんか任意の自由な波形を与えて、それをこのパルス幅のお尻の部分とかですね、パルスタイミングを表現するこの幅の狭いパルスで、ここでサンプリングをする。この電圧を取り込んでやると、この電圧波形っていうやつが、結局入出力の関数に変換できるということで、非線形変換もこのパルスを使えばうまくできるということに気づきました。で、これも非常に簡単な回路なので、通常のデジタル回路だと、ビット数の2乗個のゲートが必要になって、乗算というのはデジタル回路では非常に負荷が重いので、できるだけやりたくないっていう回路なんですけど、それに対して大体100倍の効率が得られるという、そういう回路です。で、この話は結局その20数年前にやった結果なんですけれども、この話は今ちょうど最先端の AI チップをやるときもやはり同じで、パルスをうまく使うとデジタルの100分の1のエネルギーで動作ができるということにつながっています。で、この非線形変換ができるということで、カオスをいろいろ出してやろうということで回路を作りました。
で、これはロジスティック写像を、こういう放物線の波形をですね、時間波形を与えて、これ入出力関数になっているという、そういうものです。で、ロジスティック写像の有名な分岐図とかですね、テント写像の分岐図とか、こちらは相原先生のカオスニューロンの一部ですけれども、それらしいその分岐図が得られると。ただ、アナログでやるっていうのは、実数計算ができるんですけれども、ここに見て分かるように、やっぱノイズがどうしても入ってしまう。だから精密な数学的な実数計算が演算ができない。ということで、デジタル計算機で整数演算をするか、アナログ回路でノイズが入っている実数計算をするかっていう、そういう選択になってしまう。これは堀尾先生、相原先生が以前議論されていたことなんですけれども、そういう感じになってしまうというところがあります。ただ、ノイズの影響は非常に高次元のシステムになると、その影響は小さくなると期待できるので、高次元系を作ればうまくいくんじゃないかという期待はあるんですけれども、そういう問題がある。で、これは、後で述べるそのカオス・ボルツマンマシーンにつながっていくような話です。で、パルスを使うと効率よく、演算できます、積和演算ができますということで、2005年あたりですね、まだAI ブームっていうのが起こる前ですけれども、畳み込みのニューラルネットワークを、学生の是門君というのが設計しました。イメージを SRAM で用意して、積和演算をパルス PWM でやるという、そういうものですね。で、これ是門君ですけども、当時その、畳み込みのネットワークを簡略化して、顔の検出をするというようなことをやりました。で、これは、私の研究では全然ないんですけども、ポジオが、その視覚系の、V4 のモデルっていうのを、提案しているものです。で、なんでこれを出したかというと、ちょうどこの頃ですね、2007年とかその頃ですけれども、東大の岡田正人先生と、それから電通大の正野先生と、それから旧工大の生命体の宮本先生、このお三方と、こういう人間の視覚系のネットワーク構造っていうのはすでに分かっているんだから、これとその後に通常の機械学習の識別系を組み合わせた視覚処理画像を作ったらどうという話が出て、で、研究したというのがAI ブームが起こる前の頃ですけれども、やってみたので少し紹介します。ここで私がやりたかったことは、その人間の視覚の認識性能を超えるような AI を作りたいというのではなくて、人間と同じように感じて、人間と同じように間違える、そういう視覚系を作りたかったんですね。で、それはその人間を知りたいっていう気持ちから、それが一番のモチベーションだったからということもありますし、人間と共存できるようなロボットとか知能 AI を作ろうとしたときに、人間と同じように感じることができる AI がいるんじゃないかという、そういうことも考えてやったわけです。だからこの時はやはり今になって分かると、やっぱデータが少ないすぎてですね、うまい結果が得られなかったということがあります。さて、もう一つちょっと別の話題ですけれども、視覚系を実現しようというときに、第一視覚絵とかでガボールフィルターで表現される、特徴抽出層がある、特徴抽出のニューロンがあるということで、そこの部分を作ってやろうというふうに思いました。で、こういう抵抗ネットワークで、視覚系のモデルができます。で、例えば、一定電流を流すと、これエクスポネンシャル的に減衰していくような特性が得られるんですね。で、これはカーバーミードが1980年代に言ったシリコン網膜でも使われている話で、なんですけれども、
この回路っていうのは、ここが尖ってしまっていて、この特性としてはあんまり良くないんですね。本当は丸くガウシアンのような形になってほしいということで、これは私の専任の八木先生とかもやはりシリコン網膜類されていて、同じ別の手法で同じようなことを考えられていたんですけれども、この時に、私の、学生だった梅沢君が、電流を流すんじゃなくて電荷を置いてそこを拡散していくっていうふうに考えたらどうかというふうに、提案がされました。で、電荷の拡散をさせてその途中の状態をスナップショットのようにしてみると、こういうふうなガウス関数上の特性が得られるんですね。で、これは非常にいい特性だということで、これまさに物理現象を利用して、知能的な処理をする第一歩になるかなというふうに思っていたものです。で、さらにこれ四角形の大四角形で得られているようなガーボールフィルターを作りたいということで、その当時、BC という人が、こういうちょっと非常に複雑な絵ですけども、ガボールフィルターができる話があって、それを先ほどの電荷拡散のモデルで作ったという回路で作りました。で、実際にはPWM で、パルスで電流源スイッチしてキャパシターに充電したり放電したりするということで、先ほどの式を実現するというものです。で、実際に、チップを作って、顔の特徴抽出をやらせました。で、ここでポイントは、その画素回路をずらっと並べて、隣の画素とだけ信号やり取りすることによって、こういうかなり長距離の、ガボールフィルターのような関係が得られるという、そういうところが特徴です。通常こういうその、10ピクセルの間のですね、でなんかパターンを作ろうと思ったら、やっぱり 10×10 の赤外演算やらせないといけないんですけれども、この回路はその LSI という2次元で平面にしか配置できないっていう、そういう制約のもとでですね、隣同士の結合だけでこういう処理ができるというのが大きな特徴ということが言えます。これ実際にシステム化して、顔認識とかですね、動作認識等をやりました。で、これさらにスパイクベースのですね、ガボールフィルターっていうのも作ったんですけれども、これはテグレベルというか、本当に原理検証で終わったチップです。で、次に、もうちょっと視覚の深いところを知りたいということで、こういう人間はこういう画像を見ると、ここにこう三角形が見えたりとかですね、ここにこうイチョウの葉っぱが見えたりの形が見えたりすると。で、これはこういうところに何の物理的な輪郭がないのに、人間は脳の中でこう輪郭を作り出して、で、こういうその図形を認識するんだっていうふうに言われていて、これ主観的輪郭というわけです。で、またこういう画像を見ると人間は、この棒の向こう側にこういう円柱が隠されていると。だから本当はここにこう、輪郭が隠れてるんだっていうふうに、理解すると思うんですけれども、そういう遮蔽輪郭、これは脳の中でそういう処理をしているので、それを再現できないかというようなことを考えました。これもパルス幅の、でやっぱり、あるアルゴリズム、状態が伝播していくアルゴリズムを考えまして、でパルス幅の回路で、作ったものです。これは、キム君が作って、ISSCC っていう半導体のオリンピックと呼ばれている会議で発表することができました。これ実際にどういうことをやってるかというと、こういう図形の角の部分をガボールフィルターで検出して、線分がどっちの方向を向いてるかっていうのをガボールフィルターが、の組み合わせで検出します。で、その方向にこう状態を拡散させていって線をつないで、この主観的輪郭を生成して画像を再現すると。そんな感じですね。これは、遮蔽輪郭を再現したものですけども、こう隠れているものの、
この奥側をここで、作り出していると、そういうやつです。はい。3つ目、ナノ構造による知的情報処理ということで、これ先ほど松本先生が、出していただいた図と同じと思うんですけれども、広島大学に移った頃、今お亡くなりになってしまいましたけど、広瀬先生がクレストをやっていて、そこで量子構造を使って情報処理をするというそのテーマのプロジェクトを進めておられました。で、私は、こういう回路ですね、単電子回路、電子の、クーロンブロッケードとかを利用して、なおかつこのトンネルを、電子はトンネルできる、そういう回路ですね、素子を組み合わせた、回路で、もしこういうナノ構造ができたらどういう処理ができるかっていうことを考えたものです。これ今最新の話で言うと、バイナライズドニューラルネットワークっていう日で、CNN とか構成する手法がありますけれども、まさにこのバイナライズドニューラルネットワークの積極演算をやっている回路というふうに見なすことができます。でこれは単にこれだけだと面白くないので、こういう、トンネルするところはですね、トンネル接合の部分は、電子が確率的にトンネルするので、揺らぎが発生します。そういう揺らぎをうまく使った情報処理ができないかと。先ほど松本先生、確率共鳴のお話されましたけれども、そういうその確率共鳴という現象だけじゃなくて、何か情報処理に使えないかということで考えたものです。で、これ確率的に揺らぎが距離演算の中で入ってくるので、距離を計算する、類似度を計算するときにですね、確率的な揺らぎが入るとすると、例えば一番似ているものを探すというときに、高い確率で似ているものを見つけ出すけども、低い確率でもあんまり似てないものも出てくるっていう、こういう確率的な連想をするという処理ですね。で、これをうまくやると、クラスタリングとかではかなりいい性能が出ると。あと当時、ニューラルガスとかっていう手法がよく知られていましたけれども、それと同程度の性能が出せるということが確認できて、画像圧縮にも使えるような話というのを提案しました。その後ですね、これ最近の研究になりますけれども、ああいう比較的規則正しい、構造のナノ構造を作るのは結構難しいと。あの頃、2000年頃に、提案して、外国特許まで取ったんですけども、結局、今に至るまで、ああいう規則正しい配置のナノ構造ってできなかった。すみません。で、ランダムでもいいから何か、トンネルホッピングするようなですね、構造できないかということを考えて、これについては東北大の寒川先生とか、パナソニックから阪大行かれた山下一郎先生と、付き合いができて、このフェリチン超分子をですね、の自己配列、自己組織化機能を使って、で、これスピンコートすると自然にこう並ぶんですけど、こんなふうにですね。で、それで外側の、プロテインを取ってやると、中の鉄コアだけがこう残ると。で、その鉄コアをマスクにして、ダメージフリーなエッチングをしてやると、下に、シリコンのナノディスクができる。でこれを、使って、処理ができないか。でこれも同じように、単電子回路シミュレーションでいろいろ性能を評価しました。で実際に、こっちは実測値、こっちはシミュレーション結果ですけれども、パルスを与えると、その緩やかな応答っていうのが出てきます。これはスパイキングニューロンというか積分発火型のスパイキングニューロンのシナプス応答の波形ですね。シナプスコーデインと同じような波形が出てくるというので、これはいいなという話になりました。で、さらに先ほど申し上げたトンネルするときの揺らぎっていうのも発生するので、これ回路シミュレーションで、状態値を重ね書きしたものですけれども、これぐらいの揺らぎが出てくるので、こういうので先ほど言ったようなノイズを利用した
情報処理ができるんじゃないかというような形の提案をしました。この後ですね、酸素圏でやられているフィンフェット、かなりナノメタオダのフィンフェットを作る技術と組み合わせまして、トランジスタと組み合わせた赤外演算の回路というのを実際に作りました。ここでは確かに学生がずっと酸素圏のクリーンルームに泊まり込んでですね、デバイス作ったんですけども、ここでこういう赤外演算が確かにできると。で、後でちょっと述べますけども、時間領域の赤外演算ができるということで、一つの今につながる成果になったと思います。もう一つちょっと違う話ですけど、これは理科大の池口先生のところで公開しているメトロノームの同期というやつです。で、これメトロノーム同期でネット検索すると結構いろいろ出てきまして、ですね、こういう板の上にたくさんメトロノームを並べると。で、最初はこういうふうにバラバラにこうガチャガチャ動いてるんですけど、だんだんそれが揃ってくると。で、最後の方に行くと、完璧に揃ってですね、振動を始める。で、これは下が糸でぶら下げられた台の上に乗っているので、その台を経由して、その振動子の引き込みが起こるということで、物理的には、よく知られた現象なんですけれども、やはりこういうのを見てると、何かその動機というものの面白さっていうのが感じられる。で、これ何か情報処理に使えないかということで、考えました。で、実際、振動子を作るっていうのは結構簡単で、通常の積分発火型の、モデルって、スパイクが入ってくると、その PSP ですね、シナプス光電位が発生して、それらを敷地に達したら、パルスを出すという話ですけれども、これに一つ一定入力のを加えてやれば、常にこれは自発発火するわけで、それに何か別の入力が入ってくると、発火する位相が早まったり遅まったりするということで、簡単に振動子というのは回路的にも構成することができます。で、これで何を作るかというときに、領域分割モデル、これやはり画像視覚系の話ですけれども、以前から私は気に入っていたモデルなので、これ組み合わせようと思いました。で、画像分割とか画像の再構成って何かっていうと、これもやはりニューロモルフィックの元になったような1980年代にあるこの抵抗ネットワークなんですけれども、その抵抗の素子の特性がですね、IV 特性が完全にオームの法則に従う直線なんじゃなくて、ある電圧まで行くと電流がプチッと切れてしまう、ヒューズの特性を併せ持った抵抗だという、そういう素子です。これ抵抗ヒューズと呼ばれているんですけれども、これは何ができるかというと、こういうネットワークってどういう状態に落ち着くかというと、全消費電力が最小になるような状態に落ち着くということが知られています。で、消費電力最小っていうのはどういうことかというと、結局は、オームの法則とかキルヒュホッフの法則で表される普通のものをですね、変分原理に従って、消費電力最小という形に置き換えただけなんで、あんまり電気回路の教科書にも載ってないような話なんですけれども、物理学の基本としてはですね、知られた話です。で、これのエネルギーっていうのは、こんな感じで書けるんですけど、隣同士の濃度、これがこの隣同士の濃度の電流表すやつですね。で、それが、こちらが隣同士ですね。で、こちらは、各ノードに、設置したこの電源に、電圧が近づくという、そういう式ですけれども、で、ここにこの
VI っていう0か1かを取る隠れ変数というのがあって、それがこの抵抗ヒューズのこの切れるところに関係します。で、これが0か1か取ることによって、エッジはエッジとして認識して、平滑化するところは平滑になるようにっていう、そういう形でちょうど落ち着くという、そういう話です。で、これは、それを使って、例えば顔の領域を、分割したっていう、そういうものですね。で、目とか鼻の細かい濃淡はこう潰してしまって、顔全体の大きな領域をこう取り出すことができるという、そういう対極的な領域分割ができるっていうモデルでした。で、これ実際に、例えばブラインドの手前に人がいたときに、普通のエッジ抽出やるとこんな感じになるんですけども、この、抵抗ヒューズネットワークを使うと、こんな感じで顔の領域とかが出てくる。そういうものです。実際にこれも回路を作って、検証しました。ただ、このやつはですね、これも岡田正人先生に教えていただいた視覚の処理の話なんですけども、結合マルコフ確率場モデル、結合 MRF モデルというものが知られていて、その枠組みで理解することができると。で、こういうその領域を分割したいときに、この境界を見て調べていって、で、領域の境目を知るという、そういう手法と、その領域にラベルを振っていって、ここは白、ここは黒みたいにラベルを振っていって、白と黒の領域を分けるという、この境界ベースと領域ベースの2つの考え方があるんだということを、教えていただきました。で、こちらは、まさに先ほどの抵抗ヒューズネットワークの、ラインプロセスというもので、処理をする話ですけれども、こちらはラベルプロセスという、そういう隠れ変数を使ってですね、領域分割をするモデルです。で、これは、ちょっとややこしいですけど、こちらはこの境界がここだ、0と1というその信号があったときに、境界はここだというのを知るものですけども、こちらは、ここに A というラベルを振って、こちらは B というラベルを振って、ここが境界ですよっていうのを知る、そういう、モデルです。で、境界ベースのモデルを、はこういうちょっとめんどくさい式に書かれているんですけれども、これはだからちゃんとそのグラデーションがある場合でも、領域ベースだとうまく境界領域を分割できると。境界ベースだとグラデーションのところではエッジが見つからないので、領域分割できないという、そういうことを示したものです。それで、先ほど申し上げた振動子の動機というものを使って、この結合 MRF モデルを作れないかということを考えました。結局、この振動子は、敷地に達するとスパイクを出します。で、それが別の振動子に伝わって、で、その振動子が影響を受けるということをするわけですけれども、その時にスパイクを受け取った方のニューロンがどういうその影響で状態を更新するかっていうのは、この位相応答関数というので表されるわけですけれども、これを先ほどの境界ベースの数式のこの部分ですね、このちょっとややこしい式に取り込んでやったら、振動子の位相の同期性を使って、この領域ベースの領域分割ができるだろうということで作りました。その位相応答関数、そんな複雑なものができないので、もう簡単に日の関数ですね。これだとサイン関数を模擬したものですし、これだとこれがサイン関数を模擬したもの、これがコサイン関数を模擬したものですけれども、こういう単純な日波形を使って処理をしました。で、これも実際回路を作りまして、松坂君というのは回路を作って、これも ISSCC の学生のプレビューという方で発表しました。こういう似たような色のところは一つの領域として認識して、そうでないところは別の領域として分割するという、そういうモデルです。
これも見てお分かりのように、実際に回路で作ると、その素子の特性ばらつきとかで、きれいに領域が分割されない。だから、位相引き込みの、強度が足りないというか、そういうところがあってですね、やはりばらつきの影響が、補正できるほどにはうまくいかなかったなという感じがあります。あとは、STDP 内蔵の LSI チップ、これは相原先生のプロジェクトでかなり頑張って作ったものです。この辺はもう回路を作ったことにだけお知らせしますけれども、STDP ですね、スパイクのタイミング差で、結合強度を変えるという、そういうものですけれども、これ同じようにパルスを使った回路で実現しました。で、これ最終的に、システムまで組み上げて、連想記憶を、スパイクの位相差で、連想記憶をさせるようなシステムを作りました。ここまで、やってですね、単純な連想記憶ができるだけなんですけれども、今の研究にどう生かされているかというと、チップから、FPGA で制御して全体のシステムまで作ったという、このシステム全体の知見っていうのは、構築の知見っていうのは今に生かされていると思います。視覚処理に関しては、その AI ブームというかディープラーニングがメジャーになる前と後っていうのは、出てくる前と後っていうのは画像処理の分野は劇的に変わりました。この辺はそのディープラーニング以前の手法でいろいろやったものですけれども、顔認識とかですね、動き検出とか影を消す手法とかですね、こういうことをいろいろやりました。で、ロボットに積んでですね、実際にこれテムザックというベンチャー企業が開発したロボットですけれども、それを福岡空港のそばのルクルというイオンモールで実際にロボットを動かして実証実験というかやった、なかなか懐かしい記憶です。で、それ以前は工学部の石川誠二先生と画像処理、人物検出とかですね、そういうこともやった、があります。で、こういうその、情景認識するシステムをそういうわけで、領域分割とかですね、して作ったんですけれども、これ今やるとディープラーニングのヨロとかですね、そういうものでできる話ではあるんですけども、やはり人間の視覚を真似て作るというところに、単にディープネットでデータをたくさん与えて学習させるっていうのとは違う流れっていうのはあるんじゃないかなというふうに考えています。ここから先はもう今現在進行中の話なので、もうこれぐらいで置いておこうと思います。フォンノイマンボトルネックを避けるためにインメモリ計算というのが主流になってきていますということで、この、積分発火型のスパイキングニューロンの、ものを使って、積和演算をするという回路を実際に作りました。単純に答えとしては結局 RC の回路でできるっていう話なんですけども、技術的にはいろいろ難しいところがいろいろあって、すぐに、みんなが真似できるという回路にはなってないですね。その分、これをきちんと作れば、なかなか他国に真似できない AI チップができるんじゃないかなというふうに思っています。こういうので、非常に世界で、最先端のチップを作ることができています。あとはですね、アナログメモリについては、いろいろやってきました。フラッシュメモリー、その姿のフラッシュメモリー、共有電体メモリー、それから RERAM、MRAM とやってきまして、シナプスの荷重として使えるのは、このフラッシュメモリーということで、今、プロジェクトとして進んでいます。この辺、北大の高橋先生と一緒にやった RERAM の研究ですね。それから、酸素系の酒井さん、高橋さんと一緒に、
やった、共有電体のメモリ素子です。これもきちんとアナログメモリとして使えるということは、実証できたんですけれども、実用にするためのその企業が、見つかっていないということで、これ、現在も研究中です。で最後にカオスボルツマンマシンですけれども、これは相原先生のファーストの、会議で、ご紹介いただいて、鈴木先生としばらくやっていまして、その後、ハードウェア向けの、単純な、式ですけれども、ダイナミクスを使って、カオスボルツマンマシンができると。これを、実際にですね、レーザーバーとして使うために、制御クロックを与えて、で、強制的に同期させるんですけれども、この同期によって、レーザーバーとしての必要なそのエコステートプロパティを実現できるということで、実際にこうチップ作りまして、測定するところまで行っています。で、あと、海馬扁桃体前頭前野モデルというのを別のプロジェクトで提案して、この辺は先ほどの、水谷君の発表等でもあるように、このセンターの、テーマとして一つ、進んでいますので、ここでは紹介をいきたいと思います。あとこれ、ロボットに関しては、田向先生主導で、世界的に、上昇の、チームができました。私がこれ最初に行き着いたときは、なかなか勝てなかったんですけども、田向先生のおかげでここまで来たという感じがします。で、あとは、この教育に関してはですね、人材育成を兼ねて、こういう連携大学院を進めてきましたけれども、日本国中の高専からですね、インターンシップを募って、そこで育った学生さんがこの研究に貢献してくれているという、そういういい循環が今できているなという気がします。結局、これ最後になりますけれども、過去にいろいろなことをやってきました。で、それが今の時間領域の回路とか、カオスボルツマンマシンとかですね、脳型のモデルというのに、こう全部つながってきてるなという気がします。で、あと、田中先生のところで、先ほどオラジさんが発表したような、アナログメモリーも、できそうな話ありますので、その発展が期待できます。で、こういう今、2つのメドプロジェクトが走っていまして、この先ですね、私、これで、正規の教員としては退職ですけれども、4月からは研究専任の特任教授としてですね、このプロジェクトをさらに進めていけたらと思っています。で、最近はいくつかの企業さんもついていただいて、将来的にはこういうですね、いろいろな分野にこういうこのエッジの AI チップがですね、導入していけたらなというふうに期待しているところです。はい、私からは以上になります。ありがとうございました。森先生、素晴らしい講演どうもありがとうございました。こうやってまとまって聞くと、すごく迫力がありますね。で、ディープラーニングが流行る前からCNN をやられたこともよく分かりましたし、それから、僕、個人的に興味あったのはガボルフィルターの話で、最近リバイバルしてるんですよ。で、例えば、東大の大木先生なんか、医学部の大木先生とかが、2フォトンのカルシウムイメージングデータと、ガーボルフィルターをうまく組み合わせて、マウスが見ている景色を再現するとかですね、そういう研究が進んでいるので、これからなんかまた使われるようになるかもしれないと思いました。ありがとうございます。田向先生、質問はお受けしますか？はい、お願いいたします。どうしましょう。まず会場から行きますか。じゃあ、会場の方でどうぞ。そうですね。じゃあ、まず会場の皆様、じゃあ、我妻先生、お願いいたします。九州工業大学我妻でございます。まずはですね、私が駆け出しの教員の頃から森江先生に大変貴重なご指導をいただきまして、まずは深く御礼申し上げたいと思います。先ほど先生がですね、やはり人を超えるのではなくて人のようなということで、やはり人を知りたいということで、非常に早期からですね、作詞の問題取り扱ったり、また結合振動子系というところ、取り組まれて、やはり革新的なところだなと感銘を受けてまいりました。
高効率 AI チップ、まだ不勉強でございますが、素晴らしいものだと思いますけれども、やはりその資格のですね、初期資格やから高次認知に至る、そのパスウェイをですね、やはりそういった結合の指定やですね、ところでつなぐということが、今後実は本当に大事なところになってくるんじゃないかと。例えばその作詞でも影に隠れているっていう単純な視覚の問題だけではなく、その文脈によった意味によって、やはり工事から定時の視覚にフィードバックする、このようなところを考えますと、やはり結合振動試験の革新的なところっていうのは大事なんじゃないかと思うんですが、今後その辺っていうのはどのような展開かというのを、なんか展望ございましたら教えていただきたいと思っております。はい。主観的輪郭の研究はですね、ああいう機能と今風の CNN とかを組み合わせて、もう少し何か本当に最後にやりたかったのは、先ほどちょっと見せた騙し絵とか隠し絵みたいなものを認識できないかっていうようなことを思ってて、やろうとしたんですけれども、残念ながらちょっと研究が続かなかったというか、というところがあります。で、通常の CNN とかでもいろんなフィードバックとかですね、そういう機構を組み合わせたらもしかしたらできるかもしれないという話もあります。で、そこは今ちょっと視覚系はもう AI 通常の CNN がかなり進んでるので、ちょっと私は置いておいてっていうか、海馬とかあっちの方にちょっと興味が移っちゃったんですけれども、何かそういうきっかけがあれば、どなたかやれていただけるのが方がいらっしゃったら嬉しいなという気がします。すみません、そういうところです。ありがとうございます。ぜひ、もちろん海馬のところも振動と関係あると思ってますし、いずれ先生のビジョン、先を行き過ぎたところがですね、更新がついてくれるんではないかと思ってます。ありがとうございました。はい、以上でございます。ありがとうございます。他会場からいかがでしょうか。お願いいたします。先生ですかね。森先生、どうも大変素晴らしいお話をありがとうございました。すごく勉強になりました。ですね、私、専門がですね、物理学のもんですから、なかなかこの歴史を振り返って全部お話聞くということは機会がなくてですね、非常に勉強だったんですけれども、一つ感じますことは、やはり物理現象といっても、それを回路ベースで実現していくというところがやはりあると、いろんなことができる、しっかり作り込めるというのがあって、いいなと感じるんですけども、一方でですね、我々物質を扱っている人間、それとあと実際の脳を見てもですね、例えば神経じゃなくて細胞の動きっていうのはもうしっかり微分方程式で書けますけども、それがつながっていくところってかなりのランダムネスを含んでますよね。でそういったところのランダムネスっていうのをどこまで許すのがいいのか良くないのかですね。そういうところ何か少し今までの通していろいろやってこられた中でですね、お考えあればお聞きいただきたいんですけど。そこがやっぱりレザバーの可能性だと思っています。で、松本先生もされてますけれども、レザバーはですね、その材料系の人と情報系の人が話ができるインターフェースとしてですね、初めて出てきたモデルじゃないかなという気がしていまして、でランダムに作り込んだらそこにある内蔵されるそのダイナミクスがそれをうまく取り出せばそれで情報処理ができるんだっていう、そこはですね、なんか非常に魅力的で、脳もそういうふうになってるんじゃないかっていう話もちらほら聞きますし、リザバーはやればやるほどなんか深いなという感じが最近しておりまして、もうちょっとそこを詰めていければというふうに考えています。ありがとうございます。はい。他会場からいかがでしょうか。じゃあ古川先生お願いします。先生、ご講演ありがとうございます。とてもまた改めて刺激を受けました。それから私も着任した時からとてもいろいろご指導いただきましてありがとうございます。先生のお話聞きまして、単にそのハードウェア実装するだけではなくて、一つ上の階層、表現のレベルまで食い込んで、
ハードウェアとかあるいは物理的なできるからこそのアルゴリズムや表現の形があるんじゃないかという、はいそこが多分根源的な問いがあって、はいそこがなんかとても私胸を打たれている感じがしておりますと。でその先生から見て、単に物理的に実現するだけではなくて、リプレゼンテーションとか、アルゴリズムのレベルに食い込んでいくときにこれからこの部分が欲しいとか、この部分が今は足りてないとかというその部分ありましたらですね、ぜひ聞かせていただきます。そこ難しいですね。私の今日お話ししたような形で、おっしゃる通りそこを組み込んでいけたらというふうに進んできたんですけれども、やはりその情報系というか理論モデルをやる先生が人工的なものをシステムを作ろうとしたときに、やっぱりデジタル計算機で実行するというのがなんか前提というか拘束条件としてあってしまっていて、で、なんかその拘束条件はなくてもいいんじゃないかと。だからアナログ的な回路とかマテリアルとかですね、そういうのを使ってもっとそのモデルを展開していけるんじゃないかっていうのは感じているところで、そう理論家の先生にそういうふうに思っていただけるように何かいろんなものを出してきたっていう、そんな気がそんな感じなんです。そうです。特に先生の話聞いて思うのが、やっぱり常に物理実装されている方は時間っていう概念がいつもつきまとってて、それに対して今の機械学習だとなんか時間がなんか取ってつけた感じがしますので、なんかそこになんか全く違う境地作れるんじゃないかと思ったんですけども。だからその意味でやっぱりレザバーっていうのは今材料系とかデバイス系の人たちが非常に注目して盛んに研究されてるんですけど、情報系の先生は研究者は知らない人もいますよね。あまりメジャーになってない。そこはやっぱりダイナミクスとかその時間軸でのその情報処理っていうのにあまり馴染んでない。でそれはやっぱりデジタル計算機でやるときにはああいうダイナミクスってかえって不都合っていうかやりにくいので、そこを除外して今まで考えてこられたんじゃないかなっていう気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。他会場からいかがでしょうか。堀尾先生、お願いします。こちら、前の方。どうもありがとうございました。私も、ほぼ森江先生と並列して並行して生きてきた感じなんですけど、私も森江先生の仕事で、ショックを受けたのがガボールフィルダーで、あれ以降はこっちに近づかないようにしようと思ってちょっと違う道を行きましたけども、お聞きしたいのは、テクニカルの話はたくさん聞きたいことあるんです。まず置いといてですね、はい、人材ということで、最近特によく聞かれるのはアナログ集積回路の人材はなぜ日本はなくなってしまったのか。森先生も電電公社のあそこもなくなってしまって、で例えば日立とか、東芝全部アナログ部隊は全てなくなってしまっている状況ですよね。それでさらに大学でアナログ集積回路を通貫で教えるというカリキュラムはないということで、非常にこの分野と困っていると思うんですけれども、何かいい策はありませんでしょうかっていうのが質問です。はい。いや私はその、経歴を見られてもお分かりのようにアナログ回路をちゃんと勉強してないんですよね。完全にアナログ回路という意味では素人なんですけれども、だからなんか物理実装という意味でアナログ回路を使ってきたっていうのが正確な話なんですけど、学生たちに聞くとやっぱアナログ回路って非常に難しいというか、理論先行というか、そういうところがあるような気がして、今日ちょっとお話ししたような話って実際にアナログチップ作ってみて動かしてみて、動いた面白いっていう風な感じを若い時期から持っていただけるともしかするといいのかもしれませんけど、先ほど申し上げたように今の集積システムの階層っていうのは、回路屋さんっていうのは本当にデバイスの仕様を使って上から来るそのモデルとかアルゴリズムを実現するために一生懸命回路設計するっていう、
人たちになっているのが多分、それが一番効率のいい開発体制だったわけですけども、そうするとなんかアナログ回路は本当 ADDA の仕様を満たすために、いろんなトランジスタ組み合わせて考えましょうっていうのに閉じてしまうと、ちょっとこう面白さが欠けるのかな。で、最近やっと AI チップとか半導体重要だとかっていう話になってきて、この AI チップもゲテモノ扱いからなんとなくISSCC とかでもかなりメインのセッションになりつつありますけど、こういうところをもっとこう進んでいって、そうですね、アナログ回路屋さんと話すと本当に私が考えているような方式っていうのはエキセントリックで非常識だっていうふうに言われて、そうだろうなとは思うんですけども、そういうところもなんか重要していくような教育必要なんじゃないかなって気はしますけど、あまりお答えになっていませんけど。ありがとうございます。アメリカ、ヨーロッパでは成功してるわけですよね、まだ、アナログの人材っていうのは。それに対してなぜ日本がこうなっちゃったのかなと、すごい危惧していて、今後、森根先生、まだまだご活躍ということで、そっちの方にもですね、力を割いていただければ非常にありがたいかなと思いました。余分なことを言ってしまいましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございます。他、会場いかがでしょうか。オンラインの方いらっしゃいましたら。So if the online participant have a question, would you click the raising hand reaction? オンラインの方で質問はないでしょうか。じゃあ、涌谷先生お願いします。久坂大学の涌谷です。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。私も大学院は電子回路の研究室だったんですけど、全然やらなかったもんで、この分野あまり得意ではないんですが、中高大の、独立研究家ですので、その大学院から学生さん来られるわけですよね。今、研究の話いろいろされてたもんですけど、世界最先端の研究をしているときに、学生教育からという意味では、その途中っていうか大学院から入ってきた学生さんをいかにそのトップレベルのとこに短時間で引き上げるかというその教育が非常に興味あるんですけど、何か工夫されてるんでしょうか。いや、あまり工夫という工夫はないんですけれども、こういう研究をやってるよっていうふうにホームページとかでアナウンスして、それに興味を持った学生さんが集まってきてくれるという感じですね。だから結構私の研究室は変わった学生が多いというかいう気がしますけれども、でもそういう研究に対しての熱意を持った学生が集まってきてくれる。だから基礎からやって、完璧に全部を理解するっていうのは無理かもしれませんけれども、ドクターコースまで行くと一通りのことが分かるようになる、そういう学生さんですね。その意味でうまくその独立研究家で、全国から学生さんを集めなきゃいけないという状況は うまくやればいい人を集められる。なるほど。多くの学生さんは卒論とは違うテーマで取り組まれているわけですね。そうですね。はい。いや、私も学部と大学院研究テーマが違うもんですから、大学移動したので、ただ、大学院移ったときは新設の研究室で先輩がいなかったので、みんな一緒に勉強できたんですけど、かなり大学院生、上の学年と下の学年では、そのレベルの違いがあったりすると、どうやってキャッチアップするのかな、非常に興味があったもので伺います。研究室の中でもうまく学生同士のコミュニケーションができていて、そういうのも引き上げ役立ってるということなんでしょうね。そうですね。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。オンラインの方で他にご質問ありますか？よろしいでしょうか。それでは時間が来ていますので、ここまでにしたいと思います。森谷先生は4月から特任教授として研究に専念されるということで、気をつけていただきたいのは、僕も研究だけやっていいって言われて、特別教授になったんですけど、
なってみるとマネジメントばっかりやらされてるんですよ。ぜひ研究だけやれるようなポジションをしっかりキープされるのがはい、ありがとうございます。それじゃあ森先生、素晴らしい最終講義、どうもありがとうございました。皆さん、じゃあもう一度拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、森江先生、相原先生、ありがとうございました。すみません、森江先生、少しだけ壇上に残っていただきまして、ここからのセンター長の、田中先生に、司会をバトンタッチします。はい、皆様、それではですね、長年、森江先生は、教育にも熱心に取り組まれてきまして、多くの、お弟子さんを輩出されてきました。ここで研究室の皆さんからそのお弟子さんたちを代表して、花束を贈呈していただきたいと思いますけども、すいません、全員乗れないので、こっちには向こうの段で花束を贈呈していただこうと思いますので、私は森江県の関係者だという人は前の方へ出ていただいてお願いします。はい、乗ってください、どんどん。ではすいません、森江先生もお手数ですけど、あちらに行っていただいて、申し訳ございません、動いていただいて。それでは花束を、皆さんで贈呈したいと思います。森江先生、長きにあたってどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。